大丈夫です。お疲れ様です。最初はピスタチオのパンマグロですね。はい、どうぞ。この前なんか花間さん会とか言われてた。はい、松の方がね、実は食品の腕の見せ所なんですよね。いや、あれは職人燃える感じの企画だと思って昨日焼き鳥、今日の昼ケンタッキーで今日焼き鳥です。どんだけ取り組んでるの？ワイン飲みましょう。白でお先見に行きましょうか。金額を先に見てみましょう。前回すごかったですね。参考金額になんねんです。10万個ぐらい。そう。焼き鳥職人はまあやばいっす。まあやばい。めっちゃワイン詳しい。奥さんも詳しいね。ホリックマンもワイン好きなんですよ。関係ねえ。プライベートでフランス回ったらしいです。あ、そうですか。めっちゃうまい。うまい。はいどうぞ。さみの旨味を感じられるお店。多分でもこれが一番うちの中でいいね。他なんかもっとレア感出しますよね。それがあんまりコーヒーでないと生々しい食感がされちゃって味というよりもなんかあれ焼くとそうなんですよ。焼き鳥だから焼いてほしいですよね。なんで焼くと味グッと出るんですか。やっぱこう焼くとその旨味成分っていうかしもぎを起こしたりとか味になるんで、焼かないと本当食感はレアっぽくて好きな方はいいんですけど、微妙な酸味とかそういうやっぱ出にくいですね。本当にレアで焼いて絶妙な火入れとかいう方いますけど、僕らから見るとあふれたりだけまあそうですね、確かに。はい、先生にどうぞ。焼き鳥は美味しい。いただきます。はい、どうぞ。熱いですよ。はい。熱いですから。気をつけて。めっちゃうまい。これ何鶏ですか？これ伊達です。で、内臓は伊達。
めっちゃうまいじゃん。でも加藤さん的に伊達鶏ってどういうイメージなんですか？まあ味のないというやっぱそうなりますよね。ただ万能なので、特に内臓は地鶏みたいな味が強いよりは銘柄とか使って味を乗せた方が内臓で味のせるってどうやってやるんですか？塩とか、あとこれだから最後仕上げにビネガーってやってたんですけど、はいはいはい。そういう工夫した方がなるほど。個性がでも出しやすいってやつ。それだと逆に味がちょっと強すぎちゃって、場合によっては日数コストちょっと臭みが出る。お酢かけてその臭み取りですか？まあありますけど、まあ内臓のワイルドさと酢って言ってもハーブつけてるんで、水につけと要は臭み消しで。まあ回復してめちゃめちゃ。ただ焼いてるだけじゃない。そうですね。一応目に合わせた味付けしてるんで。すごい。だからまあミートが薬味系出さないんですけど、モエの大ちゃんなんかは例えばつなぎ物にバジルとかかけてします。好みで、自分が思うようは風味をつけたいんで、これもシャモの皮ですね。和歌山のぶどう山椒っていう山椒です。あ、ぶどう山椒。結構油にシャープにかかるんで、めちゃめちゃうまいです。通常の皮より結構硬いというか、硬い分が旨味ある。うまいな。ちゃんとなんか肉っぽい食感を残してるっていうか。皮だけだと地鶏の場合ちょっと硬いじゃないですか。硬いちゃって間に小肉を挟んでる。これですよ。細かいですよ。うまい。私明日松広でバイトするんで。あ、マジで？じゃあ明日行くんでよろしくお願いします。はい。ハラミド。いただきます。ハラミ。と牛のハラミってはちょっと違いますよね。違いますね。でもまあそういうハラミって一般的にはやれてるとこあるんですけど、そこに油を挟んでしょうが油感を出すんですよ。あ、油入れてるんですか？もう淡白な部分なんで。結構めちゃめちゃ自由なんですよ。俺思ったんですけど。基本的には足りないものを足せるんで、ただ他から持ってきてじゃなくて、もう体内にある同じ部位のところの油を足してないんで、自己完結。そうですね。変わりない。そういうことって昔からやってるんですか？ガードランドもやってたんですか？やってないですね。うちもガードランド系の技術をまあ一応基本にはしてますけども、また結構離れちゃってるんで。ああ、じゃあもうオリジナルだって加藤そうですね。考え方をもう結構真逆なことやってるんで。まあまあ、なるほどね。油を今度は極力取るとかなんですけど、油乗せたりとか、あと基本的に平たく伸ばすのが上分けなんですけど、逆に詰めちゃう。なるほど。3.3 っておかしくないですか？マジで当てにならないですよ。シナログが一番当てになりますよ。職人とかいっぱい来ますけど、グルメの方とか来ないんで。いやいや、広めないといけないんですよ。予約を立ってんだからって美味しいわけじゃないし、全くない。自分に合うわけじゃないじゃない。これがすね肉ですね。これもシャモですね。これうまいですね。で、間に九条ネギ。うまっ。確かにすね肉ってひき肉のイメージです。本当美味しいとかね、もったいないですよね。ちゃんと丁寧に抜いて、細かくばらせば食べれるんで。味もありますもんね。いや、本当しょうもない店はね、なぜか予約になってなって、加藤さんの店はもっと評価されてるやつね。これは長芋です。味噌煮になってますね。海苔がうまいですよね。海苔がいいですね。長芋も美味しいですね。そうなんですよ。海苔の風味がすごく香りますよ。焼き身どうぞ。だけ見またこれいいもの色がこれもシャモの胸肉。うまいっす。あれは
シンガポール峰不二子峰不二子ちゃ一瞬なんかさっぱりかなと思ったら意外とこう噛むとジュッとねどんだけテンションかけるか肉を厚くするか全然店によって変わるのでテンションってどういう意味ですか？テンションというのは肉を振らして刺すんですよ、はいこうゆるまして刺すのとテンションかけて刺すのと全然食感変わるんでそれはね店によって全然違います。バイオリンと一緒ですよ。圧かけていいのか、緩く音符を弾いた方がいいのか。本当に指揮者で言えばこうダンダンもダンいやーっていうのかダンダーンっていうこれが鳥種の鳥だけですね。これめっちゃうまいんだよな。肉はこう平らなやつなんですよ。そんな刺してもいいんですけど、逆にこうなんていうの厚み出して、肉にこう張りを持たせるんですよ。かまぼこ状じゃないですか。肉をこう押さえちゃって刺すと、その絞ったまま口に収まるんで、それを噛んだ時にその張りを感じるんですよ。なるほど。そのままそれで焼くから、はい。そんなこともできるのか。串で焼いてるのにくるくる回るお店ってあるじゃないですか。最悪です。最悪。最悪。回すぎた香りですし。優しい。優しい。これ意外とね、返すのが弱いんですよ。名前がないんですよ。オリジナルの名前がない。伊達鳥の手羽元の一部だけを触ってない。でも食ってください。肩か。プリプリかもっと筋肉質かと思ったんですけど、肩だから。でもない。ただ、だとやっぱ柔らかいんで、最初の鶏の皮から比べるとだいぶ多分柔らかいですね。銘柄もやりようによってはどうしなの。大将は大好きだったアイドルって誰ですか？全然話変わったな。伊達にしたらかなり火入れするのは、でも火入れた方が絶対美味しい。ねっとり感はその逆に入れて。そうですね。だいぶクリーミーですよね。そうです。火入れるとまあ火入れちゃうとボソボソになっちゃうから、ピーマンで入れるとねっとりする。ペーストを串に刺してる感じですね。そのファブリーズみたいなのは何に入ってるんですか？日本酒です。お酒なんで。まず塩をなじませて。別に水でもいいんですけど、水だと水になっちゃうんで。ただ糖質とかいろいろ効果があるんですけど、日本酒って若干糖分入ってるんですよ。糖分が焦げるんですよ。いい感じにこう。メイラード。糖分のメイラード。大げさなものではないですけど。よく考えたね、本当。普段はね、喋んないですね。そう。寡黙な加藤さん。動画見てこんな喋る人だったんだみたいな。寿司の山田さんみたいな感じで。舞茸です。たまんない。白石舞茸です。一つも美味しくないですよ。香り。具だくがたっぷりします。キャベツはめっちゃうまかったです。キャベツは評判いいんで、今度はキャベツが冬に開封したのがあって、そもそもキャベツをそれ串に刺して焼く人って変態ですよ。キャベツですね。舞茸でも串にするの。いやそうこれも多分大丈夫でしょう。こういう野菜だったら美味しいなと思うんですけど、加藤さんの野菜は美味しい。天ぷらに火が勝てないかなと思ってるんですよ。だからよりそこを近づけたいんで、どういうやったらいいかなとか考えたりするんですけど。難しいっすよね。銀杏とかでもよく焼いてますけど、天ぷらめちゃくちゃうまいじゃないですか。やりようですから、舞茸とかも
天ぷらも美味しいですけど、舞茸だったら僕は焼いた方が美味しいなと思います。天ぷらはね、30分とか40分なかなか火入れるの大変なんですよ。焼くのは遠火にしとけば焼けるんで、それは強みですよ。めっちゃうまい。それでもまだ美味しくなりますから。それから120を超えたあたりなんで、まあ150は達してないです。120から150ぐらい多分今出荷してるんで、あとだから、あとまあ10日、20日ぐらい経つとちょうどよくなりますね。今1週間ごとにやっぱ鶏の量が変わってくるんですよ。だいぶと仕上がってきてるんで。1週間後にはさらにどうなってるんですか？濃い味になる。どんどん濃くなってます。鶏って1回すごい変わるんですよ。私は油壺です。油壺。はい。油壺って油壺はボンジミとペタっていった腰の皮の間の部位です。でそれを何本か集めて打ったのが油です。お、とろける。がよく焼いてんだ、パリッと。はい。これも伊達です。伊達はこの部位が強いんですよ。伊達の小肉とかは面白くない。あんまり僕は出したくないです。だから伊達の小肉はさっきのシューマイとか。そっち使っちゃうんですね。つくねですね。つくねとか。贅沢といえば贅沢ですけど。なんだな。これって簡単にできますけど、考えると日本の奥が深いんで。美味しい。加藤さんのすごい。はい、つくねどうぞ。こちらで一つです。はい。いやめっちゃうまいです。ありがとうございます。理事会社肉肉しな清涼感がある。カンボジアの黒胡椒。ダメなところ全部この道しかない。これは火の上に置いてくれいらっしゃいますか。そうですよね。なんちゅうタイミングでですか。最悪のタイミングです。めちゃくちゃ助かりました。そのルール。あれだ。そう。ゴリラみたいな。まだ。